はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC 主義を兼ねまして北海道旭川市からタイの首都バンコクに旅行に行った動画のパート3です。皆さん、象に乗ったことありますか？私は以前タイのアユタヤで一度だけ象に乗ったことがあります。パート3の動画では象に乗ったりバンコク近郊の人気観光スポットであります水上マーケットに行ってきました。バンコクの繁華街サヤムで人気のマンゴースイーツが食べれるお店やバンコクのショッピングモールにあります人気フードコートで食事した模様なども紹介しております。 4K 映像かつ20言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。この日はオプショナルツアー専門サイトベルトラで象乗り体験と水上マーケットを巡るランチなしの半日ツアーに2700バーツ、日本円で10800円に参加しました。ランチ付きのプランもありました。例えばバンコク旅行パート2でご紹介しましたプーパッポンカリーの人気店ソンブーンシーフードのランチ付きプランは3770バーツ、日本円で15080円でした。オプショナルツアーは宿泊しているホテルによってはそのホテルまで迎えに来てくれましたが、私の場合は近くのホテルに6時40分集合でしたので歩いて向かいました。すでにツアーの車が待っていました。私はバチバチカメラを撮っておりましたので待っていた方には申し訳なかったですね。それではサワディーカープ。このツアーの最終目的地はダヌムーンサドゥアック水上マーケットです。バンコクから約90キロ、多分1時間半くらいかかったと思います。グラブで水上マーケットがある場所まで検索してみましたが、バイクでも853バーツ、日本円で3412円かかりましたので、交通費並びに象に乗るための代金700バーツ、日本円で2800円などを考えますと、ツアー料金もそんなに高くないと感じました。バンコクの市街地も朝早かったので渋滞もなくスイスイ進みましたね。バンコク旅行パート2ではバイクでチャオプレア川を渡りましたが、今度は車で渡りました。この高速道路はバイクは走れないみたいです。バンコクを出ましてしばらくしますと水田みたいなところが見えてきたんですが、なんか貝が取れるみたいですね。聞き間違っておりましたら申し訳ないんですが、これでナンプラーを作っているようなことをガイドさんが話しておりました。集合場所のホテルを出発してから1時間20分ぐらいで最初の目的地ココナッツファームに着きました。車を降りて建物の中に入っていきました。こちらには象の置物のようなものも売っていましたね。ガイドさんが集合時間などの説明をされていたんですが、ひそびれてしまいました。こちらでココナッツドリンクを飲ませていただきました。黒砂糖みたいなものはココナッツの砂糖だそうです。1袋が 1kg あるそうで50バーツ、日本円で200円だそうです。それ以外にピーナッツキャンディーも売っていました。その後象乗り体験ができる施設に行きました。こちらでは象乗り体験がツアー代金に含まれておりますが、700バーツ、日本円で2800円かかるそうです。途中写真を撮られるんですが、後で写真を買いますと1枚500バーツ1000円で販売しておりました。象の餌やりができるんですが、バナナが100バーツ400円でした。それ以外に虎と一緒に写真が撮れたり、本物のピストルですかね、それを撃てる体験などもあるようです。私はモニターを見ていたんですが、これも体験できるんですかね。ワニの口の中に入るってめちゃめちゃ怖くないですか？日本じゃ絶対できない体験でしょうね。私はガイドさんに連れられまして象に乗れる場所まで歩いていきました。途中赤ちゃん象がいました。可愛かったですね。象に乗って人が住んでいる民家みたいなところの横の道を進んでいきました。撮影の許可を取っているんですが、女性2人組が乗っている様子を撮影させていただきました。絵になりますね。
しばらく歩いていきますと水たまりが見えてきます。そこも象が歩くらしいです。象に乗って水たまりを歩いているところを写真に撮られました。せっかくでしたのでその写真を記念に買いました。最後にチップを象に渡したんですが、頭いいですね。象乗り体験とても楽しかったです。象に乗った場所から5分ぐらいだったと思いますが、最終目的地の水上マーケットに到着しました。船には200バーツ800円で乗れたんですが、私以外ツアーに参加されている方は乗っておりました。こちらの水上マーケットでは1時間ぐらい自由時間がありました。このおじさんは一生懸命タイの車のナンバープレートを売り込んでおりましたが、買っている人はいなかったですね。さすがに使い道がわからないと買わないですよね。水上マーケットでは船で食事を注文したりできるんですよね。日本でも似たようなことをやったら受けるんじゃないかなと思いましたね。私は時間を余らせてしまっておりましたので、朝食と昼食を兼ねてここで食事をしました。ガイドさんおすすめのトムヤムクンヌードルも美味しそうでしたが、やっぱりタイに来たらパッタイが食べたかったので、パッタイ100バーツ400円を注文しました。水路を行き来する船を見ながらパッタイをいただきました。私は正直あまり期待してなかったんですが、やっぱり本場のタイですね。とても美味しかったです。食事をした後ブラブラしていたんですが、こちらにも立派なレストランがありました。この時朝10時くらいだったと思いますが、結構食事しているお客さん多かったですね。私は水路沿いをブラブラ歩きました。ここにはいろいろなお土産物が売っておりました。ツアーの方も履いていたタイパンツもたくさん売っていました。このタイパンツ部屋着にも使えそうですよね。ここでお土産を買う場合は買い叩かないと損する場合もありますので、注意が必要だと思いました。同じものが店によって全然違うんですよ、これ。ただごちゃごちゃしている感じが日本と違って楽しかったですね。ここにトイレがあったんですが、使用するには20バーツ80円必要でした。個人的にはトイレが有料なのは賛成ですが、日本人の感覚だと信じられないと思う方もいると思いますよね。水上マーケットの散策が終わってバンコクに戻ったんですが、サイアムの近くまで行って解散でした。帰りの道中疲れて寝ている方もいました。私は残念ながら寝れませんでしたので、窓から外の景色を見ておりました。解散場所の細かい場所は分からなかったんですが、サイアムの近くだったと思います。解散した時間が12時半ぐらいでしたので、そのまま食事に行くには良い場所と時間で解散だったと思います。私は水上マーケットで朝10時過ぎに食事をしてしまいましたので、運動がてら麻生区駅近くにありますジェッツというジムに行きました。この時もグラブバイクを利用して移動しています。スクンビット通りを麻生区方面に走行しています。高速道路の下の道を走行していたんですが、ここには線路があるんですよね。バイクも一旦スピードを落としていました。道路の上を走っているのが BTS スクンビットラインだそうです。 BTS は韓国の人気ヒップホップグループの意味はもちろんあるんですが、こちらの BTS はスカイトレインと呼ばれている高架鉄道だそうです。7駅あたりは飲み屋がたくさんあって夜が楽しいエリアだと思います。私が行きましたこちらのジムは麻生区駅からすぐの場所にあります。ビジター利用もできました。1日500バーツ2000円でした。ジムの様子ですが、この階以外にもありまして、ダンベルやベンチプレスなどもありました。私はジムに行った後ホテルでシャワーを浴びてサイアムに行きました。前の日も歩いたんですが、
サイアムの歩行者天国歩きました。こちらに来ればタイの若者の最新ファッションを見れるんじゃないかなと思いました。たまたまかもしれませんが、ちびまる子ちゃんの像があったんですが、静岡と書いてありました。こちらで結構写真を撮っている方がいましたね。私は3年前に食べて美味しかったマンゴースイーツを食べたかったので、お店まで歩いて行きました。こちらはマンゴータンゴというお店です。店内はこんな感じのおしゃれなお店でした。ただトイレがありませんでした。こちらにはたくさんのメニューがありましたが、私はお店の名前にもなっておりますマンゴータンゴ190バーツ760円注文しました。本場のマンゴーはすごくジューシーでした。マンゴープリンもマンゴーアイスも一皿で食べれまして、マンゴー好きにはたまらないですね。どれも本当に美味しかったです。私はマンゴーを堪能した後、サイアムパラゴンというショッピングモールに行ってみました。巨大なガンダムもありましたね。常に飾ってあるんでしょうか。こちらのショッピングモールは他のショッピングモールよりも高級感があると感じました。お店の中にはかなり人がおりました。この中にはルイ・ヴィトンもありましたが、入るのに並んでいる人もいるくらい活況な感じに見えました。アジアのお金持ちが買い漁ってるんでしょうかね。こちらでは日本のビームスもありましたね。ちょっと中を覗いてみたんですが、 T シャツの値段は日本と変わらなかったです。ユニクロはやっぱり強いですね。売り場面積も広かったです。私はお店をブラブラした後、フードコートがある階に行ってみました。こちらのフードコートはグルメイーツです。再生速度を上げて中の様子を紹介しておりますが、たくさんのお店が入っておりました。興味がある方は再生速度を遅くしてみてください。このフードコートではこちらのカードにチャージして支払うシステムでした。こちらのお店はティップサマイというパッタイの人気店だそうです。オムレツのようなパッタイを注文されている方が多かったです。水上マーケットでパッタイを食べていなかったら食べたかったんですが、動画的には違うものを食べた方が良いと思いましたので諦めました。こちらのソースなどを買うことができましたので、お土産に喜ばれそうですね。私が今回食べたお店はこちらのお店で、通称ピンクのカオマンガイと呼ばれておりまして、ミシュランガイドのビブグルマンに選ばれた人気店です。いろいろなメニューがありましたが、蒸し鶏とフライしたもの両方を食べることができる黄色の枠で囲んでおりますカオマンガイ90バーツ360円と鶏の骨のスープ35バーツ140円を注文しました。蒸し鶏のカオマンガイはシンガポールの人気チキンライスと同じくらい美味しかったですね。3種類のソースをつけながら味変させて、それも美味しかったです。フライドしたカオマンガイはチリソースと合いましたね。鶏の骨のスープは塩味で鶏の旨味が染み込んで水炊きのような味で美味しかったです。ボリュームもありました。私はサイアムパラゴンのフードコートで食事をした後、ホテルに帰りました。これで今回の動画は以上になります。夜のスクンビット通りの映像を見ながらエンディングにさせていただきます。今回の動画ではゾウ乗り体験&水上マーケットの半日ツアーに行って、その後ジムの様子を紹介しました。マンゴー専門店や高級ショッピングモールにあります人気カオマンガイなども紹介することができました。個人的には人気のパッタイ専門店のパッタイが食べれなかったのが心残りでしたが、それ以外は充実したバンコク滞在になったと思っております。バンコク旅行パート4の動画を作成する場合は、バンコク滞在最終日の模様を作成できたらと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
おじさん、次回は本場のパッタイ人気店で食べてみたいな。